暗いガレージの奥で厳重に密閉されたスープ鍋。あなたはその中身を覗く勇気がありますか？2021年8月25日、アメリカインディアナ州マリオン。とある一軒家のガレージに複数の警察官が集まっていました。これはもしかして。彼らの視線の先には一つのスープ鍋が。ダクトテープで密閉されていたその蓋を開けると、中身は灰色の液体で満たされていました。そしてその液体にはドロドロに溶け出した人間の頭部が浸っていたのです。発見された頭部はこの6年前にオハイオ州で失踪した男性ライアン・ジマーマンのものだと判明。彼は当時ルームシェアしていた女2人に殺害されたのです。ガレージの奥で見つかったスープ鍋とドロドロに溶かされていた人間の頭部。2人の女がルームメイトに殺意を向けた理由とは？彼らが暮らすその家では性別を超えた恋愛感情が交錯していたんです。おぞすけんちゃんです。いやー、みやみこんです。ちょっとね、室内はいいんですけど、もうなんか毎週のように言ってる気がするけど、暑すぎんのよ。暑い。私昨日ね、バーベキューしたの。いいなぁ。バーベキューしたんだけど、夜なのに、めちゃくちゃ暑くて、しかも目の前で炭が焚かれてるわけね。でももう汗が止まんないの。でも楽しかった。なんだかんだ、今まで、その夏の暑さとか人混みとかを嫌って、室内でのうのうと暮らしてた気がするんだけど、意外と外に行ってそうやって汗をダラダラかきながらね、なんかお肉食べたりとか、花火見たりとか、なんかそういうことをやってなかったなって最近感じたの。なんかやってた？あんた、夏の間、そういうこと。夏の間俺は部屋の中でハーゲンダッツ食ってた。ね、そういうことしかしないんだから。ちげえからお前。なんか夏毎日シーシャバ行って汗かいて酒飲んでる。あ、違う違う、仕事頑張ってるとかそういう話じゃなくて、夏の風物詩やったかってどうかの話だから。やってねえよ。やる相手がいねえんだよこっちはよ。あ、そうなの。まずじゃあ紹介しろや。じゃあまずは相手探しからね。一生言ってんじゃんこれ。かわいそうに。いるのね。私いるわよそれ。いっぱいいっぱいいるわよ。バーベキューしたりとか、もうクラブミュージックかけながら河川敷でワーキャー言う仲間いるわよ私。大学生みたいな。バカにするんじゃないわよ。エンタメが。夏の風物詩を味わってんのよこっちは。花火大会とかでも長岡花火大会行ったよ。でもなんか SNS で流れてきたけど、ほんと一回は現地で見てみたい景色ねあれは。でこれ毎年言ってんのこれを。ね、毎年言ってる。でもちょっと来年の席取ろうと思って。ああ、そうだね。企業協賛枠ってのがあって。あ、そうなのね。そうあ、じゃあ協賛できるってこと？あ、いいわねいいわね。協賛して席を取るっていう手法があるのね。いいわね。その時にね、ヤミコとヤミコさんのなんか誰かお相手とね。あ、いいね。パリピ仲間連れてこよ。僕とね、僕の未来のなんか彼女さんとかいたらさ、最高だね来年は。ね。今年は仕事が頑張ります。明日には忘れてるわねそれね。はい、忘れてない。来年は長岡花火大会に行きます。今回はアメリカ・オハイオ州で起きた殺人事件をご紹介します。この事件で被害者の頭部が鍋の中でドロドロにね、溶かされていたというね、本当におぞましい事件なんです。気持ち悪い。何それ。なんでそんなことできんのよ。本当そうなんですよ。これ頭部が溶かされていたってこともね、注目されてるんですけど、実は加害者と被害者が4人でね、ルームシェアをしていたっていうところ、そのね、人間関係っていうところも含めて注目されていた事件なんです。事件から6年後に訪れた逮捕の瞬間、犯人の女は頭部の入ったスープ鍋を常に隣に置き、隠し持っていたんです。灰色の水の中から2021年8月25日、アメリカインディアナ州マリオン。白いウッドデッキ調の一軒家へ警察が訪れました。こんにちは。起こしてしまったようですみません。サラ・バザードさんはおられますか？私ですが。玄関先へ寝ぼけ眼で姿を現した黒髪ショートヘアのその女性はサラ・バザード。警察は彼女がサラ本人だと聞くと訪ねてきた理由を告げました。オハイオ州で逮捕状が出されています。詳しくは署でお話しさせてください。警察はその場では罪状を説明しませんでしたが、彼女には殺人の容疑がかけられていました。きっかけはこの5年前にオハイオ州マーサー郡の湖で発見され、長く身元不明とされていた人間の胴体。2020年になり、当局がオハイオ州コロンバスの失踪者情報と照らし合わせたところ、その胴体はサラと近しい関係の人物のものだったことが判明したのです。その人物とは、遺体が発見される少し前までサラとルームシェアをしていたライアン・ジマーマンという男性。当時サラたちが暮らしていたアパートや彼女が売却した車を調査した結果、結婚が確認されたため、警察は逮捕に踏み切ったのです。そしていざサラが警察署へ連行されるとなった際、玄関先へもう一人別の女性が出てきました。彼女はサラと一緒に暮らしているナイラ・ウィテカー。サラの逮捕を知ったナイラは悲しげな表情で彼女を抱きしめキスをしました。サラとナイラは同性愛者ってこと？
これは。同性愛者といえばそうなんですけれども、今回の事件はね、このあたりの人間関係が少し複雑で説明が難しいんです。そして実はナイラも被害者とルームシェアをしていたね、一人で、今回の事件と関係しているんです。警察はサラの逮捕と同じ日に彼女が暮らしていたその家を家宅捜索。サラの殺人容疑をほぼ確実なものとする証拠を発見しました。その証拠とはガレージの奥に隠されていたゴミ袋。その袋の中からは白骨化した人間の手足が出てきたのです。またゴミ袋には手足と一緒にダクトテープで密閉されたスープ鍋が入れられていました。鍋の蓋を開けるとそこには灰色の液体に浸された不穏な物体が。それは紛れもなく6年前にサラやナイラとルームシェアをしていた男性ライアンの頭部でした。事件から6年間サラは何度も転居を繰り返していましたが、その手足と頭部だけは常に持ち運びそばに置き続けていたのです。これは遺体をどこかに捨てちゃったら足がついちゃうからってことよね。そうなんです。胴体はね、遺棄していたみたいなんですけど、頭部やね、手足っていうのは見つかるとね、身元特定される確率が高いんで、隠し持っていたみたいなんです。これ気になるのは、ルームメイトだった彼女たちの間に何があったのかということなんです。事件当時の彼らの歪な人間関係に迫っていきたいと思います。完璧な関係。2015年9月25日、当時オハイオ州コロンバスのアパートで暮らしていたサラは階段の手すりに1枚のメモが置かれているのを見つけました。話がしたい、一言そう書かれたメモに目を落とし深くため息をついたサラ。そのメモはルームメイトのライアンが書いたもの。サラはライアンと話すことにあまり気乗りしなかったのです。しばらくして2階にある自室から姿を現したライアンは涙目でこちらを見つめます。サラは仕方なく話を聞くことにし彼の元へ。するとライアンはその目からボロボロと涙をこぼしながらこう言ったのです。もう一度だけチャンスをください。チャンスとは一体何のことなのか。実はその家に住むにあたってライアンは絶対の条件となっていたある役割があったのです。時は2ヶ月ほど遡り8月6日、ライアンはその日初めてオハイオ州コロンバスのアパートへやってきました。今日から俺のパートナーになるライアンだ。俺は彼女も含めてみんなで完璧な関係を築きたいと思ってる。嬉しそうにライアンの肩を抱き同居人に彼を紹介したその男性はコーリー・バザード。彼がライアンのことをパートナー、彼女などと話しているのは実のところライアンが女性の性自認を持っているため。ライアンは見た目こそ男性のままでしたが、女性服を買い求めたり女性らしくなるためのボイストレーニングやホルモン治療を検討していました。こうしてサラやナイラと3人で暮らしていたその家に新しくトランス女性のライアンを迎え入れたコーリー。この時特に険しい表情をしていたのがサラでした。なぜならサラはコーリーの妻だから。当時サラとコーリーの夫婦関係はあまりうまくいってませんでした。そのこともありサラは約1年前からデートサイトで知り合ったトランス女性ナイラ・ウィテカーと交際するように。するとナイラがトランス女性だと知るや否や夫のコーリーは興奮した様子でこんなことを言い出したのです。俺とサラとナイラ3人で肉体関係を結ぼう。妻のサラとナイラはその要求を拒否したためコーリーは新たに別のトランス女性を迎え入れようと考えました。俺は一人の男と一人の女、そして一人のトランスジェンダーからなる完璧な関係を築きたいんだ。ライアンにはその一員になってもらう。こうしてライアンは家賃と食費を自分で工面すること、3ヶ月以内に仕事を見つけることを条件に彼らとのルームシェアを開始。妻と夫がその婚姻関係とは別にそれぞれトランス女性のパートナーがいるという非常に奇妙な関係性が築かれることになったのです。何、妻とは別にトランスジェンダーのパートナーを作ってそれが完璧な状態ってちょっと何言ってるか分かんないわ。別にコーリーはね、女性の妻がいる身でありながらトランス女性にね、性的興奮を覚える性癖だったんです。というわけで本日のメトラキーワード、ギナンドロモルフォフィリアについて。ギナンドロモルフォフィリアとはトランス女性に強い性的魅力を感じる男性のこと。大手のサイトでもトランスジェンダーの検索キーワードは上位10位に含まれ、トランス女性に性的興奮を覚える男性は決して少なくないとされています。2016年にノースウェスタン大学が行った研究ではトランス女性に性的魅力を感じている男性205人のうち 51% が異性愛者だったとも。実はトランス女性を好きになる男性は多くが異性愛者なのです。トランス女性に惹かれる男性がいるのは彼女たちの振る舞いが時として女性以上に女性らしさを強調したものとなるため、女性になりたいという思いが強い彼女たちの方が元々の女性よりも女性らしさを徹底していることが多いのです。このほかトランス女性をパートナーに選べば通常の女性より
従順になると考える男性も、社会的マイノリティの自分を選んでくれたという相手の引け目につけ込み支配しようとする者も中にはいるのです。問題は4人の関係がなぜ殺人に発展してしまったのか。実は被害者ライアンのその家での過ごし方に同居人のサラとナイラは激しい嫌悪感を抱いていたんです。契約違反。サラがトランス女性のナイラと交際するようになったのは、夫のコーリーが自分に対して性的興味を示さなくなったことに傷ついていたため、そのせいもあってサラはライアンが家に来た際も私は彼のことが好きじゃないと夫のコーリーに告げていました。そしてサラのライアンに対するネガティブな感情は同居を続けていく中でみるみる膨らんでいきます。ライアンは非常に引っ込み思案で、普段はほとんど自室から出てきませんでした。またもともと男性である自分を選んでくれたという思いからか、コーリーに対しては過度に服従的。夫にこびるその姿を目にするうち、サラはますますライアンが嫌いになり、彼女とは一切話そうとしなかったといいます。またサラのパートナーであるナイラもライアンを嫌っていました。ねえ、あいつまた盗み聞きしてるわよ。1階から階段の上を睨みつけるようにしてそう口にしたナイラ。彼女はリビングでサラと話している最中、階段の上で身を潜めるライアンに気づきました。ライアンは彼女たちとコミュニケーションを取ろうとしませんでしたが、自分の評価が気になるのか、いつも2人の会話に聞き耳を立てていたのです。さっさといなくなってくれないかしら。あんなやついない方が社会にとってもいいでしょう。自分が社会的マイノリティとしてどう思われてるかが気になるっていう、そのライアンの気持ちが分からなくはないんだけど、だとしてもルームメイトになんか盗み聞きされるってもうプライベートがないみたいで、なんかあんまりいい気持ちはしないよね、これね。このようにね、4人が暮らす家の中には常に不穏な空気が漂っていたんです。ライアンは唯一ね、彼氏のコーリーとはうまくやっていたように見えてはいたんですけれども、その関係もね、長くは持たなかったんです。ライアンがコロンバスのアパートへやってきて2ヶ月後の9月25日、家主のコーリーは彼女にこう切り出しました。俺たちの関係はもう終わりだ。数日俺は留守にするから、その間に荷物をまとめて出て行ってくれ。コーリーがライアンに別れを切り出したのは、彼女が同居の条件となっていた3ヶ月以内に仕事を見つけるという約束を破ったため、厳密にはまだ3ヶ月は過ぎていませんでしたが、この先もライアンが仕事を見つけられるとは思えませんでした。実は彼女はアパートへ来てから2ヶ月間で何度か仕事の面接を予定していましたが、いずれもすっぽかしていたのです。ライアンが面接に行かなかった理由は、トランス女性である自分が受け入れられないのではないかという対人不安。また彼女は容姿についても思っていたよりも女性的になろうとする努力が見られなかったため、コーリーは愛想を尽かしたのです。もう一度だけチャンスをください。コーリーが家を出た後、サラを呼び出すと涙を流しながらそう懇願したライアン。しかしそもそもライアンを嫌っていたサラのこと、いくらせがまれても救いの手を差し伸べることはありません。あなたが何度も面接をすっぽかしたりするからダメなんじゃない。夫が出て行けと言ったならもうそれに従うしかないわ。サラが冷たくそう告げると、ライアンはがっくりと肩を落とし、そのまま自室へ戻っていきました。そしてこの後サラはパートナーのナイラにライアンと何を話したのかを伝えるのですが、ここから話がややこしくなっていくのです。サラからライアンの話を聞いたナイラは苛立ちをあらわにこう言いました。本当に気持ち悪いわね。やっぱりあんなやついない方がいいのよ。ねえ、ライアンを殺すわよ。いやいやいや、ライアンはもう出ていくんでしょ。それで問題解決するんじゃないのよ。普通ならね、もうこれで会うことはないって終わりなんですけどね。殺人に及んでしまったのはナイラのね、性格的な問題もあったようなんです。真実の愛。サラからライアンとの会話内容を聞かされ、彼を殺害すると言い出したナイラ。実はナイラは冗談ではあるものの、自転車で走っている人に車でぶつかりたいなどと以前から暴力的な発言をすることがありました。そのためライアンを殺すと言い始めた際も、サラはいつもの悪態が始まったと本気にしていなかったのです。しかしナイラがゴミ袋や漂白剤、ノコギリなどを買いに走ったことで、サラは彼女が本当にライアンを殺すつもりだと気づきます。ライアンはもう出ていくのよ。わざわざ殺したりなんかしなくても。サラはそう言ってナイラを止めようとしましたが、彼女は聞く耳を持ちません。それどころかサラに向かってこんなことを言い出したのです。ライアンを殺すにはあなたの協力が必要よ。私一人じゃコーリーが帰ってくるまでに遺体を処分できない。彼にバレたら終わりだからね。ナイラのその言葉は到底受け入れられないものに思えました。しかしいくら気に入らないからって殺人なんて絶対にダメ。でもナイラに見放されたら私は。2015年9月26日の夜、サラたち4人が暮らすアパートは不気味に静まり返り、2階バスルームのシャワーの音だけが響いていた。やがてシャワーの音が止むと、間もなくしてそこから出てきたのはトランス女性のライアン。
ライアンはバスルームを出ると同時に何者かに襲われ床に倒れ込んだ。倒れた彼女の首を締め上げるのは同じトランス女性のナイラだった。ナイラは手にしていた布をライアンの顔に押し当てると、もがく彼女を必死に抑えながら叫び声を上げる。サラ、あなたは離れてて、ここから先は見せられない。その言葉を聞くと、サラは慌ててリビングへ駆け込んだ。廊下から聞こえてくるライアンのうめき声と激しく抵抗し、床や壁に何度となくぶつかる音。サラは泣きながら耳を塞ぎ、それらの音が聞こえないよう必死でうずくまっていた。しばらくしてその音は止んだ。恐怖のあまりその後も廊下を見に行けずにいたサラ。彼女には知る由もなかった。ライアンがそこで顔面をダクトテープでぐるぐる巻きにされ死んでいるなどとは。ナイラは布に漂白剤とお酢を染み込ませ、発生させた毒ガスでライアンを殺害。彼女が息を吹き返す可能性を考慮し、その顔をダクトテープで覆いました。そこからナイラはバスルームへ遺体を運び解体。当初ナイラは解体もほとんど一人で行っていましたが、途中で体調不良を訴えたため、前腕とふくらはぎの解体のみサラが手伝ったといいます。遺体を大型のタッパーに小分けした2人は遠くイリノイ州を目指しながら、道中で公共のゴミ箱を探しては胴体以外を少しずつ捨てていきました。そして2人は解体作業も含めて36時間以上起きていたため、疲労からイリノイ州までの運転を断念。最終的にオハイオ州マーサー郡の湖に残っていた胴体を遺棄したのです。頭部と手足については身元特定の要因となるため、後日処分する予定で保管していました。遺体を遺棄した後、深夜に帰宅したサラとナイラは自宅へ戻ってきていたコーリーに、ライアンは荷物をまとめて出て行ったと説明。コーリーはそれ以上ライアンの行方を気にすることはありませんでした。殺人に関してはさ、もうほとんどナイラが一人で暴走した結果なんだけどさ、これサラもそうやってさ隠すのとか手伝ってるわけじゃない、もうほぼ同罪じゃないのよ、ただね、この後罪に問われたのはサラだけなんだよね。その後ナイラは活性ソーダ混合物で満たしたスープ鍋でライアンの頭部を処理。またこの2ヶ月後にコーリーとサラの離婚が成立すると、ナイラとサラは結婚。2人は転居のたびにライアンの頭部と手足を持ち運び、手元に隠し続けたのです。そして6年後の2021年8月25日、遺棄された胴体の DNA がライアンのものと一致したことや、車やアパートの血痕などの証拠から逮捕されたサラ。ここまで説明した犯行内容は全て彼女の供述に基づいたものです。サラの話を聞いた警察はすぐに彼女と同居していたナイラの逮捕に走りました。しかし彼女はなんと警察の目の前で自動小銃で頭を撃ち抜き2022年1月20日、加重殺人などで有罪となったサラに下された判決は最低30年仮釈放なしの終身刑。殺人や自動車窃盗、遺体損壊など合計18の罪に問われていた彼女は当初死刑も免れないとされていましたが、司法取引によって減刑となったのです。一日たりともやり直したいと願わない日はありません。ライアンの死において私が果たしたことの責任を全て受け入れます。判決に際しそう後悔の念を口にしたサラ。女性の妻を持ちながらトランス女性との関係を求めた夫と、パートナーに見放されたくない思いから殺人に加担した妻。それぞれ愛を求めて集まったはずの4人の関係性のどこを見ても本当の愛は存在しなかったように思います。大切な人が道を踏み外しそうになった時、あなたは関係性が崩れることを恐れず相手を止めることができますか？あなたは大切な我が子がいじめの加害者だと知ったらどんな行動をとりますか？2011年10月、滋賀県大津市、とある中学校で全860人の在校生に対して校内アンケートが行われました。きっかけは中学2年生の男子 A 君が数日前にしたこと。同級生の田中隼人、立花青と大島優太の3人のいじめによってに追い込まれた A 君。校内アンケートには粘着テープでぐるぐる巻きにさせられていた、トイレや廊下で殴る蹴るの暴行をされているのを見たという回答が寄せられます。中には加害者となった3人のうちの誰かが書いたと思われる内容もありました。回答を見た一部の教師たちは思わず息を飲みます。アンケートの中に謝罪や反省の気持ちが見えない衝撃的な一言があったのです。そこには A が本当に死ぬとは思わなかった、死んでくれて嬉しい。した被害者に対し、死んでくれて嬉しいと回答した加害者。
加害者だけではなく関係する大人たちがとっていた驚くべき行動とは。事件に関係する大人たちは全員被害者のためではなく自己保身のために動いていたんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。